ハローこんにちは。 T1vs ブローセカンドゲーム。ブローがレッドサイドを選択。 T1 ブルーサイド何を取る？カルマアニーバン。カルマバンするんだ。今のところ T1 のミッドレーナーフェイカーグラガス OTP です。ワントリックグラガス使い。ボトムバン多いね。アニーもサポートで使われるしな。もうボトムチャンピオンしかバンしねえじゃん。ルシアンボトムメタすぎます。ダートさん ADC 強くするのはいいけどさ、サポート全体的にナフしようよ。サポートがあまりにも強いと思うんだよね。ゼウスに対してジェイスミットの可能性もあるけど、だからグラガス取り上げ。フェイカーグラガス以外使えるかな。あ、終わったわ。グラガスワントリック取られちゃった。プロでワントリックは困るよね。ジェイスグラガスだからどこに来るのかわからないね。ここはもうジャングル取ってサポート取ってでいいんじゃない？様子見たいよね。4ピック目を見なきゃ。アジールグラガス来ても大丈夫だし、ジェイスが来ても大丈夫ってことか。レネクトンってことはこれグラガスジャングルだね。グラジャンですね。カリスタバンボトムバンが9体。ボトムバン9体いる。これジグスボトムバンだしね。ナーだけトップだけど、もうゼウスのなんならもうレンジキャラ、レンジ ADC いけそうなキャラがもう10体バンされてますね。アフェリオスを取り上げるね。アフェリオスからのうわレナータ久しぶり見る。レナータ最近全然見なかったよね。レナータなんだ。なんかノーチラスとかさ、サポート見えたらレナータ出すイメージだけどさ、もうレナータ出すんだ。でビエゴはあ、ビエゴプラスレナータのコンボか。ソラカ。ああ、そう、レナータがねエンチャンターに弱いよね。ハローこんにちは。 T1vs ブローセカンドゲーム始まりました。フェイカーここ7試合ぐらい連続でグラガス使ってたけど、今回取り上げられたのでアジールです。グラガスメインがアジール使えるか。アジールメインですらね、アジールを使いこなせてないのにな。でこれグラガス、そっかグラガスジャングルか。はあ、そうだ、これグラガスジャングルだ。俺グラガスがミッドレーンチャンピオンだと思ってた。頭がバグってる。ジェイスミッド、ジェイスね、アジールに勝てん。ちなみにしかもこれフェーズラッシュでしょ。はなんでジェイス取った？マジで超きついよジェイス。しかもこれ征服者じゃないから余計きつい。フェーズラッシュアジール相手使い道ねえのに。もうルーンからして謎です。で初手ドラシでしょ。なんでジェイス選ぶんだろうな。ほんとゼウスにジェイスを使わせたくない。ただそれ一択でピックしたのかな。ファーストタイムピックジェイス、ファーストタイムグラガス敵から取り上げることがメインだからファーストタイムすぎないソロ級にいたらどっちしますよ。だからセジュアニトップなんだね。はあ、早めのセジュアニはトップで逃がしたのか。でセジュアニはメレーと相性がとてもいいですよ。はあ、フラッシュ使わせた後プラスで殴るからね。ダメージも与えてる。これがでかい。フラッシュ切っただけじゃなくてフラッシュ切らせて HP も削る。しかもウェーブ固まってるでしょ。赤いミニオンが多いでしょ。
レネクトンここでバックをするにしてもお金あんまり溜まってないし、ウェーブも燃えちゃうわけだから、グラガスが助けに来なきゃいけない。てか1対1強え。レベル3先行してレベル3になれないように。レネクトン E からの W があるがどうだ。 E が返ってきてなかったか。いや E はあったけどグラガスが遠かった。でグラガスはプレデターなんだ。プレデターってルーン死滅したかと思ったけどね。グラガスジャングルはプレデターか。足が速くなるよね。一時期あまりにも強すぎてさ、ミッドベイガとかがプレデター言ってたよな。青スマイトっていうか青いペット強いよね。プレシーズンでは緑一択だったけど、緑が連続でナーフされてから青がめちゃくちゃ強いわ。エミースがねブッシュに入ったらすっごい上がるんで、あまりにも強い。てかジャングラーが今強え。 13.5 次のパッチでジャングルのナーフがまた決まってるんだけど、ジャングルがね本当に強いよね。あれジャングルのナーフだっけ。何のナーフだっけ。なんか変わるはずだけど、ジャングルの変更多すぎて忘れちゃった。レナータ先出しだからね。空川きついよ。空川連戦強いよ。空川のこのスキンさ詐欺だよな。昔のデフォルトの空川見てほしいわ。マジで可愛くなった。昔はあれもう人間じゃなかったな。化け物だったよ。disadvantage, but that is not going to be the end of the world. We do know how well the Athalios scales. As Guma also sitting on an early Fam Scepter, also has his cookies at the ready, but I don't think he's really going to need him in this lane. Early Drake should be available here asトップでウェーブを押し込みたいゼウス。グラガスが寄ってくる。これうまくねウェーブを止めてるふりしてジャングラー呼んでたね。トップはレネクトンが有利取った。ファーストブラッド取った。これはまずい。しかしT1 はどっからでもキャリーができるんですよ。ミッドは JS。 あ JS これセカンドルーン息継ぎなんだ。JS フラッシュ切ってアジールフラッシュも切ってない。グラガスがミッドだったらねこうならないんだけど。いやーアジールうめえな。俺 LAC でさ連戦中にアジールが味方にウルトでパスするの俺見た記憶ねえんだけど。グラガス OTP。 そっかグラガスのウルトを使ってアジールの練習してたのか。インセクするのは一緒だしな。Bro, stop. Could have maybe avoided his fate by going for a preemptive flash there and then try and stay alive, but not going to be the case and ends up dying while still using his flash, which is the worst case scenario. Although does have his ultimate available. This is a Renekton with Dominus. So ブーツにプレデターマークつくんだっけ。あれもともとつくんだっけ。あれプレデターマークブーツのエンチャンターみたいだね。エンチャントブーツ俺結構好きだったんだよな。ホームガードとかさつけてたよね。ヘカレムミッド所定ホームガードブーツ爆速でレーンに戻ってた。なんならテレポート使ってホームガードがつくからめちゃくちゃテレポートの後速くて強かったよね。
ゼドミッドが全盛期の時にゼドカウンターとしてヘカリムミッド NA のミッドのキーンっていう人がねプロやってる時に使ってたよね。その人アウトミッドもやってたな。ハイパーキネティックポジションリバーサーの時期のアーゴット、誰も使ってなかった頃のアーゴット、ウルトでね自分の位置と敵の位置を交換するっていうのがあって、で束縛もできるからゼドカウンターだったよな。しかもビルドコアビルドがフロ派だからさ、アサシンが勝てないっていうね。おおグラスうまい。しかしレナータが W を与えてアジールがもう一回復活してワンショット2キルやん。一石二鳥ってやつですね。バラス強っ。レナータの W でかかったね。There is a lot invested in making sure Faker dies. The rest of T1 promptly arrives and says thank you. フェイカー復活させてしっかり軽く出し切った。Ultimate available, did get a kill there, but hasn't been able to spend that money just yet. Just ran straight down towards his lane. And Brion, that gold lead is starting to grow, and that is without the actual usage of this. ジェイスがフェーズラッシュで勝てるか？ Doesn't find the shock blast. Now he's able to turn some damage back onto Karis. I don't know. Okay, Umpty, what can you make happen? So far, you know that Predator is now off cooldown. All right, let's go. ダイブを狙ってる。できればウェーブをターシャに持ってきたくないがビエゴ間に合わなかった。ワードに移っています。いやー、まあやっぱレネクトンだからね、ギャンク合わせめちゃくちゃ強いし、グラガスだから、これがまたね、グラガスジャングルってギャンクが強いんだよね。ギャンクがめっちゃ強い。グラガスが隠れてたな。これレナータいなかったらウルト切れなかったくね。ブーツエンチャントを復活してほしいな。緑、オレンジ、赤、白、4種類だっけ。白がホームガードでしょ。緑がアラシティだっけ。ジョージ MS がプラス15みたいな。余計 MS 上がる。オレンジがキャプテンブーツ。自分が通った道になんだっけ、自分が通った道を通る味方の MS が上がるんだっけ。で赤はなんだっけな、敵を殴った後 MS が一時的にちょっと上がるとかじゃなかったっけ。またスキル使った後とか。おお21ダメージ足りなかった。ジェイスがねアジール相手何かできるキャラじゃないんだよね。一回ビハインド取ったらメージ相手地獄よ。射程が長いメージ相手はジェイス地獄。基本 JS ってどのメージ相手もいけるんだけど、アジールだけはマジできつい。JS ミッドっていうのは基本主導権を握って先に動くっていうのが強いから、それを生かさなきゃいけないんだけど、まあうまくギャンクされてね、もともと辛いのにギャンクされて1回死んで終わったよね。マジで今日調子悪いな。なんだこれ。Has led to two dragons, leading into an unfortunately relatively lackluster soul. As I actually want to highlight the build from Owner here. So I was wondering about this. We have seen previously, yeah. So
ビエゴはブラックリーバー。ブラックリーバービルド流行ってんだな。ブラックリーバーがバフされたもんね、この前。ファイターのアイテムいじられた時に。ブラックリーバーだけちょっと HP 増えてバフされてた。トータルゴールドは T1 が若干勝ってるかな。トップ、あれモーガン、ハロー。レネクトンのフラッシュはでかいよ。レネクトンフラッシュ W が強いのにそれができなくなった。でもな、セジュアニはいくら殺してもセジュアニだしな。ミッドの JS が息できてないからね。もうボトムに視界取りまくってるよ。でボトムのタープレートも殴ってるし、アフェリオスファーム食えねえし。いやーこれさ、だってグラガストップ行くじゃん。うまく決めてるけど、でも育つのがグラガスとレネクトンだよ。リターンが少ないで、腐らせるのもセジュアニだし、お金必要ないからね。働くにCC 持ちって基本潰してもなんとかなるから、しかもタンクだし、そんなにリソースを必要としないんで、これが J ストップとかでこんだけ狙ってボコしてるんだったら全然いいんだけどさ、レネクトングラガスが育ってもそこまで美味しくないのに余計セジュアニだからな。おお、グラガスうまっ。グラガスすげえ働いてる。グラガスうまいな。He's making plays. He's stacking that Dark Seal. Gets another kill on FAKER. And it's what's keeping Bro in the game. It definitely is looking real good. でもグラガスがね、トップやミッドで見えるたびにこのボトムの無限プレッシャーが続くから。果たしてそれはプラスなのか分かんねえや。全連強すぎるんだよ。全連抑えることはできねえ。ドラゴンも T12 つ取ってるし。セジャーニも初手3ファイヤーか。フェイクーフェイクーフェイカーうめえ。落ち着いて Q も避けた。うまっ。WEQ じゃなくてもう WE からの O と Q って感じか。ボトムセカンドまで折れてるね。あれ途中までイーブンゲームだと思ったんだけどな。ボトムがボッコボコや。あれソラックはレン強いはずなんだけどな。さすがにバルスの方がアフェリオスより強くてってことか。Flash body slam immediate, no counterplay available. FAKER even flashes into his grave. But then here, yeah, crucially Morgan doesn't have the dominance available, so he starts up the play and then FAKER. Oh, in the meantime, あれリプレイから帰ってきたらアフェリオスがやられてる。ブローの構成ね、非常にチームファイトが難しそう。バルス、レナータ、アジールのウルト、セジュアニ。いやー T1CC また来いよー。ブローはエンゲージがな、グラガス一択だから射程も短いし、バルスとアジールに一生ポークされて終わりそう。
it's kind of nuts to watch. And this is Brion, a relatively weak team that is struggling, that is with this loss looking even more unlikely to make playoffs. But ティは they've done 本 this 当 against な better teams as この well. 少数戦を狙うのうまいよな。も Gets the flash, and actually a few buttons go awry, but it's not enough. う常にもう敵を殺す位置というか殺意がすごいよね。 Hostile takeover just really does. 少しでも敵が甘えたり自分たちが有利取れる時にもう入ってっ Kind of て interesting. This is only the second 取るも time ん that 取 we've るから seen な。 Renata Glass so far this season. But it's great to see her back, and you also see that she really can warp how these games are played. ジェイスここでたまらず It makes it ボトム very に hard テレ for ポー Brion ト。 to play out when you're losing map control. When it comes to gold and items, it's not that bad. Like the game state is ト still ップはだいぶされるから quite poor because 捨てましたね。 of the dragons that have been stacked and the complete lack of map control. But when you just look at gold, like you know, there's a little bit of hope. Yeah. But that's the best I can do, which generally is not a great sign, as we now see that Guma is getting closer towards his で rage 逆 blade. サイドはフェイカーは引くと。 What I assume will be a Kraken Slayer second. As we レ have ナー Trap. タレナータウルトキル当たんない。さすがにこれちょっとケリアダメそう。 Wants to pick up the kill. The bailout is not going to do anything here. Henna wants to participate. It's not going to work out as it's 2 kills now for Bro. And Zeus, he's on some sort of flank. Not sure what he's going to be able to get done here. As Faker now down to 50%. And I think that T1 going to have to back away ちょ from っ this と one. レナータが Really big moment here for Brion. 良くないプレーをしたね。 Gets some additional golds, allows him to get a few shutdowns. Zeus is not afraid of anyone. The ignite goes down. イグナイト使わせイグナイト使ってウルト使わせる。 He's just going in. He's just doing some things. Faker's going to walk up now. He's like, all right, Zeus, let's see what you're Oh, doing here. yeah, you just want to fight. We're gonna shove mid. We're gonna siege your mid turret. Why is it? This is the scariest Sejuani ever. Maybe I've just been seeing too many of the jungle Sejuanis that get absolutely no resources. But that looked comical. Just walking after 4 people that were running out of cooldowns. And the T1 Baron. バロンもう始めんの20分バロン。 If anyone doubted that this was going to happen, Yeah, バルスいねえけどな。 it's バルスがいねえから相手が油断するってことかな。 they don't need him. unless Umti's Okay, we're going to back さ away. すがに。 Not going to risk a flip. Look at that. Very nicely done. So, without Gumiushi, they're not Well, going to お risk it. さすがにアジールでロアは積まないんだフェイカ It ー。 happens to the best as this is a wonderful trap. Like, watch the flank ward. Carrier with an ultimate that doesn't really get anything done, and then they don't have any way to go. Can't get out here as Carrier gets taken down. Morgan then flashes on top of Guma, and you see T1's like, oh guys, we can go in 3 versus 5 here, right? Then they decide not to. They save that for a little bit later, which I think was a good call because this is the type of moment where you can lose the game. Like if you throw multiple people in there, you give up a bunch of bounties, you give momentum. ドラゴン back to 4 ド Brion. ラ They still have a 1 very 分 strong 20秒 position, 後 right? Like, and as I mentioned, the gold lead, while firmly in T1's favor, is not completely insurmountable. We do have Karis, Umti, and Morgan on pretty good points. The obvious downside and sacrifice has been Anna. But, you know, eventually we'll get to free items at some point Yeah, in the game. surely. Surely. もうビエゴはクラーケンなの Maybe. Well, yeah. We Well, say, well, we well, say put a surely, pin in but sometimes T1 just Big wins. damage. And it sort of comes out of nowhere as they don't get the charge on Shirley, and now 5 members here in this mid lane. T1 raring for a fight. This is Hostile for Soul. takeover available. Not Soul Point. Soul. Yeah. 40 Sejuani seconds. 入って There's く Glacial Prison used onto Morgan. He slices out of the way before the chains of corruption can lock him ドラゴ down. ン38秒 And T1. They set up 4 some ドラを Umpty on the flank. 取っても勝てる T1 だしドラゴン盗まれてもチームファイト勝てばいいしねバロンにつながるから3ドラの状況で Moonlight Vigil comes in. Faker is going to shift the sands. 4ドラ目の戦いがなすごいやりづらいんじゃないかなブローは T1 are getting poked out of ブローは this. ドラゴン取りながらチームファイトも負けてはいけない3ドラの強さが出ますよ Yeah, for them, just a lone Ocean Drake, but for でも T1, T1 ちょっと HP 少ないかバックしてるぞ Oh, there's not a lot of vision though. This has got to feel scary for Brion. They don't have prio either. Oh, Carrier pokes his head ケリア out. 裏にいる Jumped on there. うわギリギリ来た He's still 来たけど Somehow
Soldier in the fight. He's way too low. Might have to give this one up, T1. これはドラゴン捨てた方がいいんじゃないか。バルスがワンチャンスティールする。ドラゴンは取ったブロー。バロン側の視界をキープして先にミッドウェーブを押し込みたい。ケリアポークされたから一旦バックして木の実拾ってきた。こっからバルス、いやセジョアニのウルトからバルスのウルトでアジールか。でグラガスのウルトはゾニアしているフェイカーに入ると。ゼウスのトリガーでしたね。セジュアニウルト、バルスのウルト、アジールのウルト、レネクトンが動けなかったね。これブローの構成がどう戦うんだろうね。グラガスもさ、これミッドグラガスじゃないからロアじゃないんだよね。柔らかいんだよ。だからフロント張るのも微妙だし、レネクトンもだし、ジェイスじゃん、 CC も薄い。try and fight a little bit too hard for priority. So this time the CC chain does come through. There isn't enough heal available yet, and due to Faker's ultimate, the rest of Brion has to like peel back, right? Like immediately a couple of flashes are forced. And Henna doesn't have his flash, so the stun's going to come. アフェリオスのフラッシュだからここで狙う。アフェリオス軽くすごいけどね。Beforehand, there was bailout. There was a lot of reasons why T1 were never in any danger there. Now with the Baron, they're going to look to push down some more of these turrets. As the super, and it gets taken down here by the Cask, but the next line of minions is already there. Zeus is split pushing by himself, and we see a little bit of a ブローが射程が短すぎるな。アジールとバラスのポークに耐えられないね。The Baron is being pushed forward. This inhibitor is not long for the world. That will be the first to go down. Can anyone get anything else though? It's kind of the question here. They've got a line of vision. エンゲージがあまりにも貧弱すぎるな。 They've also got a wolf camp to take away. They've got a blue buff to remove as well. やっぱさ、T1 はドラフトもうまいんだよな。 Move back, spend all that money. チャンピオンプールも広いし。 See whether the Drake is going to be the next thing on the menu. Looks like it フ will ェイ be. クルタワー作れるっけこれパッシブ。インビターに作れるんだっけインビターのところに。 Yeah, win the game. まずミッドプッシュしてるから He might take it. He'll take a Nexus turret. Yeah. ジェイスが一旦帰ってくる。 Karis is going to turn up, but there's a Nexus turret. Shifting で Zen. ジェイス帰ってきたらそのままドラゴンに向かうか。いやグラガさんこっちいるぞ。What the fuck 4ドラ捨ててこっち来やがった。おいフェイカー狩りに来てるって。 Emperor's Divide is going to deny that to the skies. これがルビーだったらあなたたち殺しに来ますか。来ないよね。 Flash over the wall though from Karis. おい He's going to spell 記念にフェイカー殺しに来たって。 But they that's how you get a free soul. You trade it for a あいつらやってるわ。 It's a good deal. Yeah. I don't think you often get a deal like シー that. ズン5ぐらいかな。 Owner ワイルドカードチームがさ絶対勝てねえの分かってるからジャンナがレベル2でミッド来てたね。思い出きる。ダンブルドアダンブルどっちだっけ名前。ブラジルのサポートかなんかでジャンナでキルパクしてたあいつ。 Ideally, you'd want him to get out, but it's not the end of the world. Regardless, as Karis, nice sidestep there on the chains of corruption, keeps him alive for now. 思い出キルしてたよ Yeah. な。4人で言ってたわ。 Some good weaponry, but just going to grab himself a red buff for now. And the weaponry is not really the conversation that we're wanting to have, as Carrier is going to find Umpty. That's a flash to make sure that he cannot body slam. グラガスがボディスラム使えないようにフラッシュイン。 Says thank you very much for the extra money. I wanted my Infinity Edge. I guess is what he's going for next. Bloodthirster? No, yeah, well, BBT. Yeah, because he has Rage Blade. I see Crit Cloak and BF Sword, and my old man brain is just like, that's Infinity Edge. But then マジグランドスラム見たいな。 hit Varus out. 春優勝 MSI 優勝 As anyway, Probe now 夏 going 優 to 勝し deal て with 世 these 界大 minions 会 flooding into their top side. You're doing great. G2 がね決勝まではいけたんだけどね世界大会決勝そこで3立てされちゃったからな。 Whoa.
グランドスラム行けなかった。過去にグランドスラム行きそうなチームは RNG もあったよね。2019年の G2 もそうだけど、その前に RNG ウージーがいた時かな。ウージーのラストイヤーだったかな。あの時ね、春優勝、夏も春優勝、MSI 優勝、夏優勝からのトップ4で終わったっけ。ヨーロッパの誰も期待してなかったチームに負けた。 G2 だっけ。パークスだったはず。パークスがミッドで最後にルブラン出して、ウジーがシビアでランタン乗れなくて泣いてた。あ、そういえばさ、パークスのチームのバイタリティいるじゃん。ボーとパークスがいるところ ADC 変えるって。ネオンっていう人からアップセットになるって。あれボトムが貧弱なんだよね。上半身めっちゃ強いのにフォトンとボーとパークスとで、上半身めっちゃ強いのにボトムメタだしボトムがめっちゃ弱いから、そのボトムにヘレティクス負けてたんだけど、アップセット来るってよ。アップセットめっちゃうまいよな。でもあいつなんかトラブルメーカーだからな。世界大会ドタキャンするしね。心配されてる。Mid lane is going to be respawning pretty soon in about 40 seconds time. And bro, their house is in shambles now as they try to chase T1 out of here. T1, I mean, this is a very comfortable Baron if they want to take it. でも確実に強くなるだろうね、バイタリティ。ドタキャンの理由はさ、いつか明かされるのかな。楽しみだわ。マジ何が理由だったんだろう。奥さん絡んでそうだったけどね。世界大会ドタキャンするのはなかなかやばい理由がありそうだけど。しかもあの時さ、ファナティックの勝利条件がさ、ボトムが勝つ前提だったんだよね。ビッポジャングルでボトム主導権取ってビッポが敵のジャングル荒らすっていう、そういう勝ち方でファナティックワンチャン優勝もありえたんじゃないかぐらいダークホースだったんだけどメインキャリーの ADC いなくなったから終わったんだよね。ヒリさんとファッキンアップセット超強かったのね。They do manage to take the outer turret in the mid lane. Come back. As Morgan, he's going to have to Dominus deal with FAKER here. And Effort is just running away from Ona. This Nexus turret is not off the world. FAKER has a one-track mind. As, alright, that's a flash forward from Ona. Hannah is in so much trouble. FAKER will swoop in, collect that one, and move on towards winning this game. T1 相手に33分は耐えたな。よく耐えた方じゃん。セジュアニトップのビルドエグ。初手サンファイヤーからの、あ、味方勝ってる。ジークコンバージェンスプラスレディアントゼウスバス乗りもできます。